Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に刺激化して Yeah 세게 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house my adolescence 見つけたよ心が Yes you like my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて先週に引き続き今日もこの方が僕のお部屋に来てくれています。お名前をどうぞ。引き続きボアです引き続きボアさんです。はい、以前ボアさんが東方神起先輩のユノさんからもらったお帰りのメッセージにキュンとしたという話を聞きまして、うん、そうですね。今日はいつも以上にお帰りに心を込めてみたんですが僕のお帰りはどうでしたか？暖かいです気持ちが入ってないな、あんまり。いやでもなんかこうお帰りっていう言葉から来るキュンとさってあるんじゃないですか。ありますね。お帰りただいまっていう。そうですよね。なんかロマンチックじゃないですか。そうですよね。まあ家族から言われても嬉しい言葉で、日本だと一人暮らしだったから、入る時にお帰りただいまって一人で話したりとかもありますよね。ありますよね、はい、なんか独り言が多くなっちゃう。そうよくありますよね、ありますよね。ちなみにボアさん、はい、他にもこう日本語で言われたらキュンとしちゃうなとかっていう言葉ありますか？なんだろう、あるのかな。あります確かに。これ言うとね、そうですね、ファンからもめちゃくちゃ言われると思う。単純に好きだよとか言われたら嬉しいんじゃないですか？キュンとしますね。好きだよ。まあ誰に言われるかによりますけどね。でも誰に言われても嬉しいことじゃん。嬉しいですか？なんか好きだよっていう言葉はちょっとライトだけど、そうですね、さらっと言えるから。そうだ、わかりました。なんか愛してるとか重いじゃん。重い。好きだよって。可愛い。そう、可愛いね。キュンじゃなくて可愛い言葉でしたね。可愛いね、それ。はい。使いましょう。俺も使おう。はい、ということでですね、はい、今週もボアさんと2人で楽しくお届けできたらなと思います。はい。まずは1曲目をお届けしようと思います。NCT127 でスティッカー。Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。まずは前回出題したユータクイズの正解から発表しようと思います。この企画はですね、僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画ですね。今日はですね、ボアさんにもお付き合いいただこうかなと思います。はい、ちなみに前回の問題は最近僕ユータがハマり始めた映画は何でした。そしてヒントはですね、ダンディーな男気のある人が主人公ということでですね、3択にしたんですけど、1番007、2番マイ・インターン、3番パイレーツ・オブ・カリビアンでした。はい、なんか嫌だな、このユータクイズをボアさんと一緒に聞くの嫌だな。なんででも絶対正解007でしょ。そうです私もこの間見ました。見ましたか？No Time to Die。新しいやつですか？はい。まだ言わないでくださいよ。僕見てないんでね。そっか。そうですよ。オッケー。その正解はボアさんもおっしゃられたんですけど、007でしたね。かっこいい。これはもうアクションもすごい爽快ですし、スケールもあって、あとやっぱりスーツをこう着るんですけど、そのスーツが似合うダンディーな男になりてえなーって思いながら、ちょっと男としてすごく憧れを持つ。憧れますよね、そのスーツのフィットは。フィット感と体の締まりと、なんかそういうの一個一個が見てて絵になるなと思って憧れる映画ですね。似合うと思います。似合いますか？はい。そんな男になれるように頑張っていこうかなと思います。頑張ってください。はい。ちなみにですね、はい、次の問題なんですけど、今日はボアさんからユータクイズを出題してもらおうかなと思っております。はい。僕ユータにまつわるクイズを考えてもらって出題してもらってもよろしいですか？いいです。私が質問するんですね。ゆうたくんができる韓国料理は何ですか？いいですね。いいでしょう。
僕料理すごい。結構皆さんこう知りたがってると思います。確かに。じゃあ日本の料理と韓国料理と1個ずつ。1個ずつ。はい。1個ずつですか。うんうんわかりました。メッセージとツイッターでそのお答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。締め切りは放送から1週間となります。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。どんどんご応募ください。ほい。さて、ボアさんをお迎えして今日はこんな企画でお送りしていこうかなと思います。題してユータのこれね。はい、ボアさんと僕ユータがお互いのインスタグラムの中で気になる投稿やいいね、やん思った投稿をピックアップ、その投稿を皆さんとシェアしながらトークしていこうかなと思います。じゃあまず僕からでいいですか。はい、どうぞ。僕がですね、このユータがやんと思ったのはボアさんの7月6日の投稿、これはカセットテープですよね、手に持っていらっしゃるのは。そうです。なんか友達の家に遊びに行ったんですけど、はい、そこにそのカセットテープとプレイヤーがあったんですよ。で、懐かしいと思いながら、聞かせてもらったんですけど、はい、その音質もなんかやっぱりヴィンテージで、その時はそれが当たり前だったんだけど、今になったらもう本当に懐かしいヴィンテージな、そうですよね、音質だったから、これはなんか写真で残すべきと思って、あまりセルフィー撮らないんですけど、ちょっと撮ってみたんです。すごくいい写真だなと思います。はい、ありがとうございます。レトロなものって最近韓国でもそうだと思うんですけど、日本でも若い世代にすごく人気なんですけど、ボアさんもそういうレトロなものってお好きですか？なんかレトロってみんなおっしゃってるじゃないですか、はい、自分にとっては自分の小学生の時のものがまた戻ってきた感じがします。なんか私トレーニーの時に小学生だったんですけど、ティンバランドのはい、ティンバランド僕たちの時代も流行ってましたよ。はい、ティンバランドとかこういうちょっと幅のあるデニムとか、はい、あとトレーニングの洋服とか、ニット帽とか、すごく流行ってて、それをかぶってたんですけど、最近またそのブームが戻ってきたじゃないですか。ファッションはやっぱ回ってまた来ますよね。ね。ちなみにボアさんがなんかインスタで気になったものあります？僕の。ゆうたくんの9月13日にアップロードしたはい、これ僕初めてロッテタワーに行って、すごく高いところに上がるんです。100階ぐらいだったかな、100階ぐらいのところに上がって、ガラス張りで高いところ行けるところがあったんですよね。でそれ見て、めっちゃいいなと思って友達と行ったんですけど、友達にすぐ写真撮ってっつって撮ってもらった1枚がこの写真ですね。私結構ね、こういうところに行けないんですよ。怖くなかったんですか？全然怖くなかったです。むしろアドレナリンが上がって、この写真は寝てないですけど、僕そこで寝た写真とかもマジで？そうなんですよ。なんか私だったら絶対ね、一足も踏み出せない。踏み出せないですか？はい、僕押しちゃいそうですね。悪いね、ずるいね。なんか私もいつだっけ、2年前にスカイダイビングまではいけないのでパラグライディングをやったんですけど、本当にね、寿命が縮むなってやっぱ思ったぐらい怖かったです。二度とはやらないな。はい。じゃあ続いて僕ゆうたのこれねと思ったの、僕ちなみに関西人ですよ。うっそ、ほんまや。そうなんです。そうだから。でもなんか大阪っぽい。大阪っぽいですか？なんか顔つきが。よく言われます。でしょ？よく言われます。やん。はい、やんと。そう、ボアさんの写真見てやんと思ったのはですね、9月25日の投稿ですね。デリック・ハーフさんとの、動画だったんですけど、すごく僕も見ながらドキッとすごく感動した動画ですね。見て、なんか僕カップルダンスっていうのをやったことがないので、なんか緊張とかされないのかなと思って。この時は映画ですよねのプロジェクトで一緒に踊ったんですけど、私もペアダンスが初めてだったんですよ、その時期。だからなんかその相手とのリズムを合わせたり、ペアダンスだから振りもやっぱりお互い違うじゃないですか。そうですよね。それをコール&リスポンスみたいに、やっていってるそのペアダンス自体がすごく新鮮だったし楽しかったです。僕はこういうカッ
プルダンスもしたことないですし、演技と、これは演技も入ってるじゃないですか、どちらかといえば、演技のお仕事もこうやったことがないので、なんかこういうのやっとけばこう表現力上がるよとか、なんかちょっとした演技で使えるよっていう。いやー、経験出ました、ガス経験そんなことならんくてもええよならんくてもええわ。急に関西弁。そういや、なんかでもこう、私の場合は歌詞の世界をすごく考えるとか、その歌詞の中からこうヒントをいただくことも多いですね。ボアさんって曲のメロディー重視の人ですか、それとも歌詞重視の人ですか？私の場合は両方ですね。やっぱり曲も書いてるから、どっちかにこう偏るってわけじゃなくて、偏れない、そのどっちもやっぱりいいものを作りたいから、偏ることはあんまりないかな。2つできた方がいいですよね。そうですね。でもゆうたくんはどっちが好きですか？以前まではこう歌詞を結構見て、結構僕感情豊かなんです。自分で言うのもなんですけど、なんて言うんだろう、歌詞の一小節にこうなかなか抜け出せなくなったりとか。マジで？他のアーティストさんの曲とかも少年じゃん。そうなんです。すごい純粋ですね。そうなので歌詞をこう重視でこう音楽を聴いたりしてたんですけど、最近は、でもやっぱヒップホップがこう流行りだして、たくさんのこう音を聴くようになったので、その曲のソースとかも重要に見ていきたいなとは思ってます。そうですね。NCT さんの曲本当にかっこいい曲が多いから、あと踊りも激しいじゃないですか。そうですね。やっぱりその音もそうで聞くしかないですよね。ないですよね。もうそれこそ息を合わせるしかないですよね。そうですよね。はい。さあボアさんが気になったもの、どんどんありますか？私が気になったのはこれですね。10月31日の投稿。もう懐かしいですね。これハロウィンですか？ハロウィンですね。何を知ってる？これ侍なんですけど、ルローニケンシンってご存知ですか？アニメあんまり見ないタイプですか？アニメ見ないですね。私アニメもハウルでストップされてる。女の子全員ハウル好きですよね。ハウルとかトトロとかそっち系？そうジブリ系。次はハウル挑戦しようかなと。ハウル挑戦して、私じゃあその隣にいる女の子、ソフィーやってくれますか？ソフィーやりましょう。じゃあ皆さん楽しみにしておいてください。来年のハロウィンをお楽しみに。じゃあ続いて僕がええやんと思ったものをね、結構昔の写真なんですけど、2018年のね2月28日に投稿された写真だったんですけど、僕が大好きな東進機先輩の日野先輩とこうツーショット写真を、これね、ボアさんはすごく大先輩ですし、東進機先輩も僕のこう、すごい尊敬するアーティストですから、この2人の関係性というか、っていうのも聞きたいなと思いましたし、あと他に SM のアーティストさんと誰と仲いいのかなっていうちょっと知的な質問もしてみたいなと思う。ユノ君はやっぱり東方神起も日本で同じ時代を過ごしたチームだから、日本でこうやっぱり苦労してきた2組じゃないですか、だから仲良くなるしかなかったし、あとため年だから、そうですよね、でより早く仲良くなってきて、私ユノ君が軍隊いた時も、人生初めて軍隊に面会に行ったのがユノ君だったんですよ。人生最初の面会。あとTMI かもしれないんですけど、ユノ君軍隊行く時に髪剃ったのもボアさんなんですか？私が行って最初のバリカンをやってあげたんですよ。行ってらっしゃいって言いながら。かっこいい。なんかすごく深い友情ですよね、お二人は。じゃあもう会えば軽い話から重い話まで様々な話をする関係。そうですね。会話のテーマがこうもうリミットレスっていうか、無限にそう無限に何でもお話できるし、いいな。そうですね。そういう関係築けるってなかなかないですもんね。ないですよね。だからすごくなかなかできない友情が社会人になってできた友達だから、すごく大事にしてます、ゆのくん。ゆうたのこれね、いかがでしたでしょうか？改めてこうインスタグラムの写真を見ながらトークするってなかなかなかったので、しかもそれをボアさんとしたのですごく新鮮でした。
はい、どうでしたか？相手のインスタを見ながらそれについて語るってなかなかないじゃないですか。ですよね。なんか上げてるくせに何恥ずかしがってんだよっていうところはありますけど、でもなんかこんな目の前で見られてるそうですよね。もう恥ずかしいですよね。すごくでも新鮮で楽しかったです。楽しかったです。今週もすごくあっという間にお金の時間となりましたが、はい、ボアさん、先週教えてもらいましたが、間もなく日本でのフィルムライブ楽しみですね。そうですね、私も楽しみです。なんかフィルムライブ自体が初めてなんで、どういう形で皆さん見てくれるんだろうなと思うんですけど、なんかより皆さんと会えないこの時期でも皆さんとつながっていきたいから、こういうフィルムライブも用意してみたんですけど、みんな楽しんでほしいな。はい、ぜひ遊びに行ってください。詳しくはボアさんのホームページや SNS オフィシャルアカウントなどでもチェックしてください。そしてボアさんにはなんと来週もお付き合いいただきます。本当にありがとうございます。そうです、最終回ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ということで、それではボアさんの曲をお届けしましょう。 Everything Needs Love featuring ボアジャパニーズバージョン、モンドグロッソ。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ60 seconds with ユータ。1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーです。ストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介します。その1、好きなものをコレクションする。好きな曲を集めてプレイリストにするだけでも効果ありそうですね。その2、人生でやりたいことリストを作る。実際に人生がポジティブになったという人もいらっしゃるそうです。その3、ぬるま湯に足を浸す。手足の冷え性にも効果的ですよね。以上、今週の60 seconds with ユータでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホーム、いかがだったでしょうか？どうでしたか、ボアさん。2回目はよりこうリラックスした感じで、そうですね、ちょっと仲良くなれたなって。なれましたね。僕が関西人であるっていうことも明かしましたし、ね、でもなんか本当に関西人の顔つきがあるんだなってあります。それを気づくのもなんか私本当に日本長かったなって。そうですね、すごくいいとこキャッチしてます。はい、なんか大阪って言われてからたこ焼き食べたいなっていきなり思ったんですけど、たこ焼き美味しいお店とかあったら本当、話めっちゃそれましたけど教えてほしいなと思います。そうですね、たこ焼き美味しいところあります？韓国で。あるある。後で教えます。後で教えてもらいます。はい。はい。ありがとうございます。こうやってお店を共有しながら仲良くなっていくんですよね。そうですよね。はい、そして、NCT127 の、韓国でのコンサートですね。NCT127 セカンドツアーネオシティソウルザリンク。皆さんぜひチェックしてみてください。皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバイ。バイバイ。서둘러 숨겨봐는 callow like a broom. 거짓되면 따윈 던져 to the room. I'm something all day 너는 다 두려내 귀찮네 눈에 Lemonade tastes like lemonade reach on an hurricane 안 들려 네 목소리는 noise Tastes like lemonade 짜릿하지 everyday 삼켜